一番困っている症状は右の座骨神経痛です。発症したのは大体5年くらい前で、当時は少し座ってるだけでもう痛みがしてきたりとか、夜痛くて寝れなかったりっていう、症状が主だったんですけれども、当時麻酔系外科医にも通いまして、でそこで座骨神経っていうことを初めて言われて、病院で言われたわけね。はい、整形外科のクリニックで言われて、でしばらく痛み止めと湿布を処方されて、あと腰を牽引する治療、しばらくやってたんですけれども、結局よくならなくて、で、一昨年ぐらいからそのストレッチを始めたことでちょっと良くなって、しばらくだから不自由なく生活してたんですけど、今年の3月くらいですね、またちょっとそれが痛くなってきて、で症状の出方もちょっと違うんですけれども、今はこうやって座ってる時は全然平気で、寝てる時も平気で。歩いている時に例えば2、300メートル歩いたら、もうすぐ足が、例えば足の裏がしびれてきたりとか、あとこの辺が痛かったり、股関節の後ろの辺が痛くなったりして、引きずるような感じの痛みが出てきて、でこれはちょっと早くなんとかしないとまずいということで、いろいろ行ったんですよ。針に行って整体に行ってカイロプラクティックに行って気功も試したし、でもう行くとこで、その整形外科の先生は椎間板ヘルニアだったんですけど、他にもいろんな行くとこでいろんな診断つけられて、筋肉の梨状筋症候群っていう、そこが梨状筋が緊張してちょっと座骨神経圧迫してるって言われたり、股関節がずれてるからダメだって言われたり、骨盤がずれてるって言われたり、あとは膀胱がとかいろいろあちこちでいろんなこと言われて、いろんな治療されて、結局良くならなくて。でだんだんこっちも不信感を持ってきたんですけど、原因の見れるところってないですよ、ってなるわけですよ。だから言ってることは決して 100% 間違いではないけども、本当に良くするという原因は探してないということですよ。もうそういう考え方をしないといけないわけですけど、だからいろんな人がもう100種類全部いったとしても、それは間違いではないけども、間違いなくヒットはしないですよ。で原因はあるんですよ。同じ原因持ってる人、他に言います。同じです。違います。一緒。1人、2人、3人。それからちょっとあります。あと3人は全く一緒。何か普通に座ってみて。普通に座って、今日ちょっと硬い椅子かもしれないけど、硬い椅子におとなしく座れない。長い時間おとなしく座ってられない。どうしても足動かしたり、操作したり、子供の時からそうしてます。子供の時は3人そうだ。そうです。どうしても落ち着かないし、足組んだり、言われたり。隙がないって言われたでしょ。本当にそうです。耐えられないでしょ。どうですか。そうでしょ。3人がそうです。3人の特徴があります。3人とも来て。3人の特徴。こっち来て。向こう向きで。3人の特徴。順番にこう3人の特徴。こういうぐらいで、ちょっと2人後ろ下がった方が見えるでしょ。こうでしょ。こうです。普通にしてて。こんながっちりしてても普通に力抜いてね。これがまず特徴で、彼の前にはどうでしょう。普通にしてたら力入れないで、力入れなくたって落ちないわけ。これが特徴。これ以外にあぐらをかいて、はい、そこであぐらをかいて、はい、あぐらをかいて、およそ前出して体を楽にして、手を前に内側に入れて、はい、そう楽にしてね。で、私上から少し押しますから、目が第2の特徴、力抜いてね、潰れる、力抜いてね、潰れる。こんな感じにしてても力入れてね、沈む。こっち、向こうきれいですよ。こっちで、彼があぐらかいて、こいつ前出して、楽にして、同じですよ。ちょっと前倒して、彼の前には、
平気ですよね。3人は共通、この状態があるんですよ。これはこの3人は生まれた時からとにかく落ち着かない。でそれはどこかというと、彼の場合には右座骨、右3人とも右です。で皆さんも一緒に座ったままで、それいやじゃあ皆さんも前に座って、こう座ってですよ、あぐらをかいて、で今こう座ってると、今触ってるのは右の座骨、お尻、これ座った時の骨と書いて座骨って呼ぶんですけども、で今それがあぐらをかいて右って言ったでしょ。だから皆さんも右って言った側の反対側、左側から行きますから、この状態で体を左側にゆっくり倒します。ゆっくり、その座骨を意識してゆっくり倒れてると、その骨の上に体重乗っかるけど、そのうちその座骨が引っ込むでしょ。上に上がっていって、だからだんだん逆に倒れていくでしょ。今その状態、同じことまっすぐして、今度は右ですよ。右、同じように右に倒していって、その座骨の上に体重を乗せて、そのうち引っ込むでしょ。左と同じように。3人は引っ込まないんですよ。引っ込まないでいつまでもあるんです。右側がね。左はそのうち引っ込みますよ。右側はその骨の上に体重が乗っかってもいつまでも引っ込まないのが特徴です。だから座った時に、ね、座ります。もう一回席に座って、最初に座った時はそのお尻の感じ、それを覚えておいてほしい。で3人の治療、それは生まれて死ぬまで変わらないです。これはいろんな症状を持っている原因の一番最初。そういうものを持っている人はいろんな症状を作るんです。いろんなものが出てきます。もうそれが終わっても次出てきます。次が生きてる限りずっと出てきます。それが自律神経のトラブルを起こすんです。それを解決しない限りは一生いろんな症状と付き合わなきゃいけないです。だからそういう意味では一番重要です。でこっち来て眼鏡を置いて、でどっち向きでもいいですから寝てください。で右は後頭骨 P の5愛、左は後頭骨、いいです。左は後頭骨で I の 5P で、これはポンと落ちる、これだけね。で右は後頭骨 P5I、見に来てもいいですよ。後頭骨のここを P、後ろの5度下、はい、いいですよ。これ反対で、左後頭骨 I5P、今度は I 下の5度後ろ、はい、置きます。反対3番 P5S かぶってこうです。そう、1、2、3番 P5S で、はい、いいですよ。I の 5P、I の 5P、はい、今度反対、左は P5S、はい、それでサプライで一緒、左側をまずさっきと同じように倒して、でお尻の骨感じて、これしばらくするとへこみますよ、左側はね。はい、で元に戻して、今度右ですよ。さっき右が引っ込まなかった、さっきとの違い。ゆっくりそんなに急がない。もう一回最初ゆっくり右に倒して、それが入ってくるの分かります？分かります？で分かりますよね。でまっすぐして、でこうですよ。さっきの感じですよ。上から押しますよ。この状態で見てないね。この状態で今私乗せたんですか？もうちょっと頑張って倒すようにして、こうして乗ってるんですよ。すごい。今右どうですか？
出っ張りないとかないですよね。こうですね。こうですよ。さっきちょっとへこんだ。沈まないですね。さっきとの違い分かります？沈まない。で、こちら。あ、沈まない。で、立って。で、先ほどはこうすると傾いた。わかります？聞くともしない。幻想みたい。ちょっとあるんですよね。ちょっと、OK。答えます。2人はほぼ OK ですよ。これを管理しない限りは、とってもダメなの。また起こるんです。どうしてもこれを最初にやらないと。っていうのがあって、座骨のトラブルっていうのがあるんですよ。でそれが今やったのが123456789割、多分全体の問題の9割はあれで解決してます。という中で、例えば今少しあるのはもうすでに症状があるから、それの方が脳がキャッチしてるから、それがあるから今ちょっと時間できない。今その原因が取ってるから、原因が取るとそういうのが少しずつなくなっていくんで、なくなっていくとその原因がなくなっていることでその症状の時間が薄くなっていきますよ、という状態。